皆さんこんにちは、サンリンです。今日は何の日かというと、3月11日、東日本大震災からちょうど10年が経った日なんですね。そして風の時代に入って初めての3月11日です。日本にゆかりのある人たちにとっては、特別な日ですよね。でもうあれから10年も経ったので、もしかしたら、見てくださっている方で10代とか20代前半の方たちにとってはあんまり記憶にないことかもしれません。それで発信者としていろいろ考えました。この話題をスルーしていつも通りの発信をすることもできます。でこの日発信をお休みするってこともできますよね。デリケートな話題なんで、そっちの方がリスクは少ないかもしれません。でも僕自身もすごく思い出すことも多くて、そして特に日本人にとってはやっぱり忘れられない日で大切な日なので、皆さんに伝えたいメッセージ今日もお届けします。で今日お伝えしたいことは3つあります。1つ目は、僕当時海外に住んでいたんですけれども、だからこそ知ることができた日本の皆さんにぜひ知っていただきたい世界からのメッセージについて、これどうして知っていただきたいのかっていうと、日本人としてのセルフイメージがすごく変わるきっかけになるんじゃないかなと思うからなんですね。そして2つ目は、東日本大震災に込められた僕自身が感じているスピリチュアル的な意味について、これも聞いていただくことで、この今という激動の時代をどう生きていけばいいのか、その大きなヒントになります。そして3つ目は、僕たち一人一人の意識を一つにして祈りの力を使って魂を鎮める黙祷の実践について。今日はちょっといつもとは違った感じの動画になると思いますし、もしかしたら当時大変な思いをされた方はどうしても辛い気持ちになってしまうかもしれませんが、僕はこのチャンネルに集まってきてくださっている皆さんはニュートラルとか中庸の解釈に触れている方々だと思いますので、フラットに聞いていただけるものとしてお話しします。本当にこれからの僕たちが進んでいく方向をもう一度振り返るいい機会になると思うので、ぜひ意識を共にして聞いていただければ嬉しいです。まず一つ目の話題、日本の皆さんに知っていただきたい世界からのメッセージ。僕は2011年の3月4日にアメリカのニューヨークに日本から引っ越しまして、でそこから最初に住んだ、部屋というかスペースというか、これが人ん家のキッチンの上に違法に取り付けられた木箱みたいなところだったんですけど、こう木箱が天井についていて、でそこにこう下からはしごがかけてあるんですね。でそういうところに住んでいまして、でその木箱で寝てるんですけど、その木箱からリビングを見下ろすとブラウン管の古いテレビが見えるんですけど、この3月11日のニューヨーク時間の朝にアメリカ人のルームメイトに起こされたんですね。それで、これ日本じゃないかって言うんですね。君の家族大丈夫なのかって起こされて聞かれまして、でそれで見えてきたのがこうヘリコプターから上空から映されているシーンですね。こう津波がずっとこう田畑を飲み込んでいくあの光景です。これね、今でも忘れられないですね。おそらく一生忘れられない光景だと思います。でその後ニューヨークの街をねこう歩いていると、しばらく本当結構現地の人に君もしかして日本人かって声をかけられることがあってですね、でそうだよって答えるとみんな心配してくれたり応援の言葉をかけてくれたりして、きっとあの当時海外で暮らしていた日本人の方々はみんな同じような経験をされたんじゃないかなと思います。それで皆さんに伝えたいことがですね、その後海外の方々が日本のその姿を見てどう言っていたかっていうところなんですけど、皆さん海外からその時どう思われていた、見られていた、言われていたと思いますか？実はですね、こんなすごい民族いるのか、すごすぎるって言われてたんですよ。このことは少なくとも当時のアメリカの雑誌とか新聞といった言論の場でも取り上げられていましたんで、僕はあまりテレビ見ない人なんですけども、きっと向こうのテレビなんかでもこれは報道されていたことだと思うんですけど、僕の記憶が正しければ2011年の3月に東日本大震災が起きて、で2013年の春くらいにですね、つまり震災から2年が経った当時も
まだそういうことが言われてたんですね。僕当時大学の授業に出ていたんですけど、全く日本とは関係ない美術関係の授業に出てたんですが、その授業を担当している教授がなんか僕の方を見て「君日本人かい?」って聞いてきたんですね。でそういうふうに聞かれたんで「そうですよ」って答えたら、その教授がこうみんなに言うんですね。ちょっと今授業とは関係ないかもしれないけど、サトシがこのクラスにいるからみんなにも知ってほしいんだけど、日本という国は信じられない国なんだよと。あんなにひどい地震と津波に見舞われたというのに、日本では暴動が起きることもなく、被災地では物資を受け取るための列をきちんと人々が作って並んで助け合って、しかもめちゃくちゃになった道路をたった1週間できれいにしてしまうんだよ。ちょっと信じられないでしょ。アメリカで同じようなことが起きたらどうなるかみんな想像つくよね。ゲームオーバーだよねって。それで僕に日本人はみんなそんなに秩序正しいのかいとか、どうしてそんな助け合いの国民性なんだろうってすごく興味を持って聞いてくれたんですね。でもちろんこれはかなりリスペクトの気持ちが込められた質問なんですけども、日本にずっといると暴動が起こらないとか、秩序を守ることとか、すぐに道路を整備して復旧に向けて努力することっていうのがそんなに特別なことなのかって思われるかもしれないですけども、これ全部世界的に見てもかなりありえないことなんですね。海外だったらこういうことが起きた場合、こういうことを機に暴動とか略奪が起きて社会的に不安定になります。でも日本人は違うんですね。僕が知り得る限りかなりこれって特別だし、当時本当に日本人のそういう部分、つまり調和を重んじる国民性というのが海外から見ると驚きを持って受け取られていたし、もうかなり尊敬されるようなポイントでした。何が言いたいのかっていうと、僕たち日本人や、国籍が日本人でなくても日本に住んで日本の社会に携わっている人たちは、もっと自分たちのこの当たり前の基準に自信を持っていいし、素晴らしいって認めてあげていいっていうことです。本当に調和を重んじる心が豊かな国民性だなって思います。別に他の国の方々よりも偉いとか優れているとか、そういう話ではないです。日本人が逆に持ってなくて彼らが持っているもの、日本人が苦手で他の国の方々の方が得意なこともたくさんあります。ただ調和とか秩序とか、あと全体のことを考えられる優しさとか思いやりっていうのは、日本人が海外の人たちに比べてエッジが効いているところなんで、そこを認めましょうという、そういう話でした。はい。それでは今日2つ目のメッセージ、東日本大震災に込められたスピリチュアル的な意味について、ちょっとここ勇気いるんですけれども、僕たちのこれからの生き方の答えが出ると思います。でこれはもしかしたら震災で大変な思いをされた方で、まだあの日のことをちょっとフラットに捉えられないという方が聞くと、気分を悪くしてしまうかもしれませんが、まず僕は震災で大変な思いをされた方々や命を落とされた方々にはもちろん最大限の追悼の気持ちがあります。ただ事実として一つ言えることは、大きなネガティブには必ず大きなポジティブがついてくる。大きな闇には必ず同じ量だけの大きな光がついてくるっていうことです。それに気づくと、このスピリチュアルの世界でよく言われているような宇宙には善悪優劣はないっていう話だとか、一つの出来事に対していいも悪いも解釈次第という概念が腑に落ちて分かってくるんですけれども、それでじゃあの大震災の光の部分って何なんだろうと考えると、それは間違いなく日本人の意識、魂レベルを進化させたっていうことです。実は当時海外から日本を見ていてもすごく感じていたのが、あの震災の後、日本人の意識が明らかに変わったっていうことです。僕たちが普段当たり前だと思って生きている平和な人生は全く当たり前のものではなく、実はとても恵まれていたものだっていうこと、これにも多くの方が気づきました。あとは日本人同士の精神的なつながり、絆みたいなものですね。これも当時とても強くなっていたんじゃないかなって外から見てて思ったんですね。お互いを自分ごとのように共感して、弱っている人がいれば励まそうという、そういう人間が本来持っている愛や優しさ、あと思いやりといったものがよりストレートに引き起こされるような出来事でもあったんですね。多くの方の中で人生観の変化が事実として起きたタイミングでした。あの出来事がきっかけで、惰性で生きるんじゃなくて、もっと自分の心が喜ぶ生き方をしようと
そういうふうに考え方が変わって、家族との時間を大切にしたいとか、より人の役に立つ仕事がしたいと、そういうふうに考えるようになったとか、あと仕事第一の生活を見直そうと思ったとか、より内面の世界や自分自身の幸せを大切にするようになった人も少なからず増えたっていう、そういう統計結果が出ています。あとは2011年を境にいわゆるスピリチュアルとか精神世界とか、そういう見えない世界についての本が、書籍がですね売れるようになって、より一般的になったとも言われています。これは意識レベルの進化、いわゆるアセンションとか覚醒へのプロセスの法則なんですけれども、大きなショックとか受け入れたくない苦しみが起きて、それを建設的な形で受け入れて乗り越えられた時に意識レベルが上がるんですね。なので東日本大震災は多くの犠牲がありましたけれども、その分日本人の精神性の進化を少なからず促したっていう、そういう出来事でもあったということです。ここからはちょっとぶっ飛んだ話なんで、各々で判断していただきたいんですが、人間が作り出したこのいい悪いといった概念はちょっと一旦置いておいて、宇宙意識レベルであの時何が起きていたのかっていうところを見ると、地球規模のアセンションをさらに進めるにはどこかで大きな破壊を起こす必要があって、でもそれは世界的な戦争であれば、地球全体が滅んでしまいますし、局地的な災害であってもあのレベルのものはもうどの地域や国も引き受けたくなかったわけなんですね。だけどそれを日本の神があの時地球全体のアセンションのために引き受けたっていう話。そしてあと東北はとてもしっかりとした強い意識体に守られているエリアでもあるので、その衝撃に耐えられる土台があったので、僕たちからしたらどうしても選ばれてしまったっていう解釈になってしまうんですけれども、ただ宇宙意識というか全体のために選ばれたっていう話もあります。これは信じる信じない別として、スピリチュアルな世界への理解が相当深まっていないと、にわかには受け入れがたいことかもしれないですけれども、そういうスピリチュアル的な観点の見方があるっていうこともまた事実だし、確かに全体のために傷を引き受けるっていうのは、これ確かに日本人の精神性としても、やっても不思議ではないかなと思うんですね。何が言いたいのかっていうと、あの出来事は大きな傷を僕たちにもたらしましたけれども、その分世界や人類に光ももたらしたような出来事であって、でその傷をあえて引き受けたっていうことは、これはもう誇りに思っていいんじゃないかなっていうことなんですね。はい、それでは今日の最後3つ目ですけれども、皆さん今から1分から2分目をつぶって一緒に祈りを捧げませんかっていう呼びかけです。僕たちは2011年3月11日に起きた出来事で多くの犠牲を払いました。そこで犠牲になった方々にありがとうございました、お疲れ様でしたと。そしてその方々は肉体からは離れましたけれども、さっき言ったように宇宙意識のレベルで見た時に、僕たち日本人の意識進化に大きな貢献をしてくださった魂なんですね。そしてもっと言えば、今までこの日本という国を何千年と継続してこられた僕たちの先輩方やご先祖様たちにも何度もこういう災害は経験されてきたので、感謝の思いを伝えたいところですよね。でいろんな苦しいことも悲しいことも経験されたんでしょうけれども、今この3次元の世界に生きている僕たちはその土台の上で今この時代を経験できているわけですから、全て含めてお疲れ様でした、ありがとうございました、そう伝える祈りを今から捧げたいと思います。そうすることが僕たちの今の土台となっている全ての過去、ルーツ、そして恵みに感謝することだし、今を生きる僕たち自身を大切にするっていう、そういうことでもあると思います。ぜひご賛同いただける方は今静かに目を閉じてみてください。東日本大震災で犠牲になった人々、そして傷ついたすべての人々へありがとうございました、お疲れ様でした、もう大丈夫、愛してます。
はい、それではゆっくりと目を開けてください。今日はちょっといつもと質の違う話だったかなと思うんですけれども、あとは中にはあんなひどいことが起きたのに、感謝とかアセンションとか光とか違うんじゃないのって思われた方もいらっしゃったかもしれません。もうその受け取り方は各々の方にお任せするしかできないですし、僕の解釈を他人に押し付けることはできないですから、ただ僕たちは何が起きてもそれを最終的には受け入れて、そこから光を見出して糧にしてどこまでも進化していくのが宿命だと僕は思っています。そして311のことは嘆き続けるよりも隣人や個人をいたわって感謝する機会、そして当たり前ではないっていう自覚を持つ機会、そして僕たち日本人の素晴らしいところを再確認する機会にできれば未来への貢献になるんじゃないかなと思っています。僕は発信者として自分の発言内容に責任を持たないといけない立場ですから、もし何か感じることがあれば、いい面も悪い面もね、率直なご意見をコメント欄に書いていただいて結構です。すべてこれについては受け入れようと思ってます。ただ一人でも多くの方に深いところで今日の動画が気づきになったのであれば嬉しいです。それではまた明日からいつも通り皆さんの夢や願いが叶うメッセージをお届けしたいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。